皆さんこんにちは、のばなです。今日は子供たちを夫に預けて一人でゆっくり買い物をしたいと思います。今日は初めてパブリックスというスーパーに来ました。フロリダ発祥のスーパーで、アメリカの南東部によくあるスーパーのようです。ドイツとアメリカの物価を比較しながら買い物をしていきたいと思います。ドイツでは乳製品がとても安く買うことができましたが、アメリカに来て乳製品の値段の高さに驚いています。ドイツは外食すると高いですが、スーパーの食品は本当に安く買えていたんだなぁと実感しています。できるだけ安いモッツァレラチーズを選んでみたいと思います。これが結構大きくて値段もお手頃だと思うので試してみたいと思います。対面式でハムを買えるところがあったので勇気を出しておすすめのハムがどれか聞いたら、ターキーハムが人気だよと店員さんが1枚試食させてくれました。ほんのり甘く美味しかったので、スライス10枚くださいとお願いしました。さて、お次はパンコーナーです。ドイツのような黒くて酸っぱいライ麦パンはないだろうと思いながら一応探してみたいと思います。触った感じ、ふわふわではありますが、全粒粉パンということなので、このパンを試してみようと思います。ここには甘い誘惑がたくさん並んでいます。ちょっと気を抜いたら小麦粉と砂糖を取りすぎてしまいそうです。気をつけます。皆さん見てください、このケーキたち。砂糖の量を考えるとちょっと恐ろしいのですが、皆さんはどれを食べてみたいですか？お肉のコーナーに来ました。オーガニックの鶏肉はドイツよりアメリカの方が安いと思います。あと、骨なしの鶏もも肉が普通に売られているのでめっちゃ嬉しいです。さすがステーキの国アメリカ。お肉のサイズも大きくて種類も豊富です。ドイツでは牛肉や豚肉はあまり買わなかったのですが、3年間限定ですし、いろんなお肉も試してみようと思います。
ビーフジャーキーもすごい種類です。私はそんなに好んで食べませんが、皆さんはお好きですか？バーベキューが大好きな国だからなのか、シーズニングの種類が豊富すぎて、どれを買おうかめちゃくちゃ悩みます。ソースの種類もすごいです。神風ヤムヤムソースなんてのもあります。とりあえず値下げされているこのソースを買ってみようと思います。中山きんに君の動画で知ったのですが、卵白だけ売ってるなんて面白いですよね。卵はドイツも結構高かったので、アメリカの卵の値段を見てもそこまで驚きません。でも、どれを買うかやっぱり悩みます。スターバックスのアイスコーヒー、一つ買ってみたいと思います。アメリカにはハーフハーフというコーヒー用のミルクがあるらしいので買ってみようと思います。ヨーグルトは断然ドイツの方が安いと思います。4つで5ドル近いなんてもう高すぎて手が出ません。この1つ買ったらもう1つ無料のヨーグルトにしようと思います。スイカはドイツよりアメリカの方が安くて、そして美味しいと思います。リンゴはやっぱり寒い国、ドイツの方が安いですね。アメリカの物価はドイツの1.5倍、もしくは2倍といったところでしょうか。人参もドイツと同じ値段と思いましたが、ドイツだと1キロや2キロ入りなので、やっぱりアメリカの方が高いです。あれもこれも高いので、アメリカ人たちの1ヶ月の食費が気になるところです。そしてお給料も。
このプラスチックの多さにも驚く日々です。このブルーベルのアイスが美味しいとの記事を読んだので買ってみたいのですが、サイズが大きすぎます。アイスはやめて、とりあえずビールを買います。今日はこのビールにしてみました。いつ言うとほんまなんかさ、ほんまはなんとかってやつ欲しかったんけん、なんとかってやつ手届かへんかった。食べ物はどこかに小さいものそこで買うか、なんか小さいの買うか、持って帰るか。ここはサービス、OK。サービスピックアップ。今もやってるよ。面白いね。耳が見えないようにできるのに。アメリカ人たちはどうやってこのハムを食べるのでしょうか。とりあえずこのままハムを食べてみようと思います。ドイツのビールが本当に美味しかったですが、アメリカでも美味しいビールを探していきたいと思います。なんでもかんでも大きいアメリカ。冷蔵庫もやっぱり大きくて、収納力は抜群です。アメリカ暮らしが始まって1ヶ月が経ちました。1ヶ月経って思うことは、とりあえず車がないと本当に不自由だということ。そして、スイカがドイツより安くて美味しいということ。ドイツでは黒くて酸っぱいライ麦パンが大好きでしたが、こちらではなかなかドイツパンを見つけることができません。このパンもふわふわです。蜂蜜やシロップが入っているようで甘みがあってとっても美味しいです。でも、噛めば噛むほど味が出てくる酸っぱいパンが恋しいです。近くにリートルがあるので、今度ドイツパンを買ってみようと思います。一度だけお話ししたご近所さんがケーキとドイツ語で書いた手紙を持ってうちに挨拶に来てくれました。優しいご近所さんに恵まれてとてもありがたいです。テレビついてる。おー、プニプニしてそうだね。おー、プニプニですね。でもちょっとひっついてるな。おー、すっごいひつこが。うわマシュマロみたい。会う人会う人挨拶をしてくれてすぐにスモールトークに発展します。ですが私の英語が最低なので頑張らないとなぁと思います。
毎日晴れ、気温は35度。ドイツから来た身としては毎日が天国のようです。ビールも美味しいはずです。ビールの種類も半端ないし、よくわからないので、だいたい店員さんにおすすめを聞いたりして、夫が決めています。今回はメキシコとアメリカのビールの比較を楽しみます。アメリカに来てやたら見かけるチキンテンダー。そしてピザも注文しました。娘は湖にいる亀に首つけです。トカゲもセミもリスもカメもたくさんいるサウスカロライナ。まだまだ知らないことだらけではありますが、他のアメリカ在住 YouTuber さんの動画を見ながらいろいろと学んでいきたいと思います。そして皆さんにアメリカ暮らしの様子を楽しんでいただけるように動画作り頑張りたいと思います。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。